済んだもんなのだ。今日はベルギーのみんなに世界のニュースをお届けするのだ。今回ピックアップしたニュースは全部で3本。その中でも一押しはちょっとびっくりな国際ニュースなのだ。アメリカのトランプ前大統領がルイジアナ州知事のジェフ・ランドリーさんをグリーンランド担当特使に任命して、グリーンランドをアメリカに併合したいという意欲を見せたのだ。これにデンマーク政府は全く受け入れられないと強く反発して、近いうちに駐デンマーク米大使を呼んで説明を求める方針なのだ。デンマークとグリーンランドの首相は共同声明を出して、国境と主権は国際法に基づいて守られるべきだと強調したのだ。グリーンランドは売り物ではなく、自分たちの未来は自分たちで決めると訴えているのだ。EU もデンマークの領土保全を支持すると表明していて、世論調査ではグリーンランド住民の 85% がアメリカ編入に反対しているのだ。資源と軍事の用地としてアメリカがグリーンランドを狙っているとも言われているこの問題。ベルギーのみんなはこの動きどう受け止めるのだ。それでは詳しい内容を一緒に見ていくのだ。ベネルクスに位置するベルギーは首都ブリュッセルを中心とした小国なのだ。歴史的には1830年に独立してから立憲君主制の連邦国家となり、オランダ語、フランス語、ドイツ語の地域が共存しているのだ。人口はおよそ1150万人ほどなのだ。科学、製薬や食品、ダイヤモンド取引、観光が主要産業で、チョコレートやビール、コミック文化が有名なのだ。 EU や NATO の重要拠点で、近年は気候対策やエネルギー転換、地域間の政治調整が注目されているのだ。一つ目のニュースなのだ。全く受け入れられない。グリーンランド特使の任命を受けデンマークがトランプの決定を激しく非難という記事なのだ。アメリカのトランプ前大統領がルイジアナ州知事ジェフ・ランドリーをグリーンランド担当特使に任命し、同時にグリーンランド併合の意欲を示したのだ。これに対しデンマーク政府は完全に受け入れられないと強く反発し、近く駐デンマーク米大使を呼んで説明を求める方針なのだ。デンマークとグリーンランドの首相は共同声明で、国境と主権は国際法に基づくと強調し、グリーンランドは売り物ではなく、未来は自分たちで決めると訴えたのだ。EU もデンマークの領土保全支持を表明し、世論調査ではグリーンランド住民の 85% が米国編入に反対しているのだ。トランプ氏は資源と軍事上の用地としてグリーンランドを狙っているとされるのだ。二つ目のニュースなのだ。デジャブ。グリーンランドは米国の第51州かという記事なのだ。アメリカのドナルド・トランプ大統領が再びホワイトハウスに戻った直後、デンマークのメッテ、フレデリクセン首相に電話して、グリーンランドを本気で買いたいと伝えたのだ。さらに、もしデンマーク側が完全に拒否するなら、軍事力の行使も辞さないと示唆したのだ。この強硬な姿勢は同盟国を驚かせたけれど、実はアメリカがグリーンランド獲得を狙うのは今回が初めてではなく、トランプは少なくとも4人目の購入希望大統領なのだ。戦略拠点や資源をめぐる長年の野心が再び表面化した形なのだ。3つ目のニュースなのだ。デンマーク、グリーンランドでのトランプの新たな動きを非難という記事なのだ。デンマーク政府はアメリカのトランプ大統領がデンマーク領の自治地域グリーンランドに特使を任命したことに強く抗議しているのだ。トランプ氏は以前からグリーンランドの併合をほのめかしていて、今回の特使派遣はその新たな一手と見られているのだ。デンマークの外相ルッケ・ラスムセン氏はこの任命は完全に受け入れられないと述べ、数日以内にアメリカ大使を呼び出して説明を求めると表明したのだ。済んだもんなのだ。グリーンランドは住民の意思と国際法が最優先。軍事や売買論より対話で平和的解決を図ってほしいなのだ。
界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。